多くの動画の中からご覧いただきありがとうございます。本日のお題はこちら、グッドスマイルカンパニーのネンドロイドペルソナ5さくら双葉です。何を今更とお思いのあなた、よーくパッケージを見てみてください。どこかおかしくないですか？そう、これは海賊版なんですよ。今回は本物と偽造品を比較してどこに気をつけるのかお話ししていきたいと思います。まずは本物と海賊版のパッケージの違いです。大きく違うのはグッドスマイルカンパニーのメーカーロゴやネンドロイドのロゴがないことでしょう。ペルソナ5を表す P5 のロゴも入っていません。許諾シールの有無を真贋の見分け方法として言う人もいますが、許諾シールは絶対に貼ってあるものではなく、途中で印刷仕様に変更される場合もあるそうですので、許諾シールを当てにするのはやめた方がいいでしょう。こうしたブランドロゴはそれ自体に商標権があるために、海賊版で使うと裁判でほぼ間違いなく負けるために使われません。そのため側面や裏面などに本来入るはずのロゴも無論なく、カスタマーサポートへの連絡先などもオニとされています。また封も本物は上下ベロ刺しのキャラメル箱なのに対して、海賊版はスケールフィギュアでよく見られる地獄底になっていました。中もエフェクトのシートがある場合、正規品ではベロにその旨が記載され、中台紙の裏側に入っていますが、海賊版ではその注意書きも中台紙もなく、そのためでしょう、裏面が赤でベタ印刷されています。封止めのシールも貼られていません。中身に関してですが、現在の海賊版は本物を 3D スキャンして作られるため、造形からは真贋を見抜くことは難しくなっています。塗装レベルも向上しているため、パッと見ではわからないレベルのブートレグまで存在しています。実物と並べて比較すれば明らかに違いますが、このレベルとなるとメルカリやヤフオクの画面で見分けることはかなり難しくなります。いや、その努力別のとこで発揮しろよ。最大の見分け方は台座のコピーライトです。これだけは箱のロゴと同じ理由で入れられないので、何も入っていないことが多いです。商品写真でしっかりとコピーライトまで写してくれているようなら、それは本物ということです。こうした理由から箱なしのフィギュアというのはかなりリスクが爆上がりします。よほど出品者が丁寧な写真を上げてくれるか、丁寧な説明をつけてくれていなければ手を出すべきではありません。っていうか、開封済み品で公式の商品写真とか怪しさプンプンで誰も見向きもしないんでしょうけど、雑な説明や写真なら取引も雑なんだろうなという印象しかありませんけどね。今回のさくら双葉で最も顕著だったのが、このエフェクトパーツのカットインのパネルと台座です。正規版では傷防止のためのフィルムが貼られていますが、海賊版は保護されていないだけでなくカットが雑で傷だらけ。こういうところに作品への愛がないことを露呈していますよね。しかも台座は支柱形状が正規品と異なったものだったため、紙に干渉して使い物になりません。そのためタッチポーズの展示ができないゴミです。グスマさんのサイトでもこのような注意喚起がなされています。どこから見れるのかですが、グスマのトップページの上部にお問い合わせというところからサブメニューのお問い合わせに進み、スクロールするとお知らせの一覧が出てきます。決済などに関する重要なお知らせもこのページから見れるようになっていて、その中に偽造品に関するお知らせもありまして、こちらですね。重要偽造品海賊版に関するご案内という項目から偽造品を購入しないための注意点が見れるようになっています。下の方に行くと具体的な例が写真付きでいくつか紹介されています。万が一海賊版を買ってしまったかもと不安になっている方への専用お問い合わせフォームもこのページにあります。あとは正規の新品を扱える企業さんがパートナーショップとして調べられるようになっています。九州だとこういう感じですね。大分県はアニメイトアミプラザ大分店だけになっています。店舗受け取りでお世話になっています。さすがに関東は膨大にありますね。
東京やべえです。こういうショップさんから購入する分には海賊版が混入することはありません。それでこのページで書かれているのは偽造品はサポート対象外であり、くすまさんから返金や交換の対応はないとのことですが、そんなことは当たり前ですよね。そもそもなぜこうした海賊版を買ってはならないのかというと、製造メーカーや版権元の知的財産権を侵害しているからです。アニメやゲームのビジネスモデルは基本的に作品の利用に対してのインセンティブが主な収入源になります。具体的に言えば、放送後の円盤の売り上げやグッズ販売などがそれに該当します。フィギュアもそうしたグッズ化の一つなので、無許可で作って売る行為そのものが違法なのです。ペルソナシリーズの制作をしているアトラスにも、ネンドロイドを作っているグッスマにも1円も利益をもたらしません。しかもゲームデザインやフィギュア制作は多くの人の努力によって作り上げられています。その他人の努力を横取りする行為そのものなのですよ。じゃあなぜ私が双葉のブートレグを持っているのかは後で話します。こうした海賊版の流通は個人出店のオークションサイトやフリマサイトだけと思われがちですが、大手だってやばいです。GAFA の一角、巨大 EC サイトの Amazon。検索ワードは四季並みアスカ・ラングレーフィギュアで言ってみましょうか。これなんか100億%海賊版です。これってアルターさんの四季並みアスカ・ラングレーバーカーバージョンまんまです。定価25,080円のフィギュアがこんな値段であるわけないですよね。タイトルからしておかしくないですか。フィギュアの全高が24センチ。アルターのアスカをコピーしたのであれば約23センチ。雑なのか。アスカの身長はテレビ版と新劇場版では身長設定が異なっているんですが、新劇場版の身長設定は164センチです。24センチになると168センチということになってしまいます。アルターの全高はほぼ設定通りです。商品説明も何を言っているのかよくわかりません。販売業者の方ですが、アクアメモリーズとなっていますが、そこを開いてみると、がっつり中国からです。簡体字が読めませんが、なんたら市とは中国の調査市なんですね。販売業者名は何て読むんでしょう。グアンジョウジン読めるか。普通まともな販売業者だったらこんな名前にはしません。これ捨てアカですね。もう一つぐらい見てみましょうか。これとかも面白そうです。商品名からして醸し出しています。非公式って海賊版であることすら隠そうとしていなくて草。しかも手彫りって何ですかね。北海道土産のクマか。素材フィギュアは PVC 製で人体に無害ですという説明、マジでウケるんですけど、害があったら困るよな。正規品だとこういう表記ではなくてシンプルに PVC、ABS というような表記ですし、商品説明もどんなテーブルや棚にもフィットとかないですよ。販売元を見るとキャラクター巡礼館というそれっぽい名前になっていますが、販売元情報を見ると評価は4件しかなく、こちらも販売業者名が読めません。そして住所はやはり中国というわけで、誰もが知る Amazon のこういう大陸系セラーには気をつけましょう。怪しいなと思ったらまず販売者の確認をすることです。まともな販売業者なら当たり前に高評価の取引履歴が大量にありますし、大手さんも Amazon で販売しています。というか、こういう極端な価格のフィギュアは買わないことです。間違いなく海賊版ですから。買うなよ。そろそろなんでさくら双葉のブートレグを持っているかという話をした方がいいですよね。メルカリで見つけたんですが、最初からブートレグだろうと思っていたんですよ。ペルソナ5の人気キャラで再販までされたのに、当時の二次価格は1万円前後まで高騰していたんですよ。それが未開封で5000円切ってるでしょ。まずそこで怪しいと。オークション形式なら開始価格だったら全然ありですよ。落ち着くところで落ち着くから。でも
送料込みの売り切りでそれはないでしょう。で、珍しくパッケージの写真があって、確認すると冒頭の注意点のあるものでした。こりゃあ海賊版だわなと、他にもどんなものを出品しているか確認すると、ものの見事に海賊版だらけでした。よし、潰す。要はターゲットにされたんですよね。無事に購入ができ、物が届きました。写真撮影してぐすまさんのカスタマーサポートに写真添付して、これは海賊版ですよねとお問い合わせ。お返事はもちろん、お写真の商品は商品パッケージが正規流通品と異なり、弊社にて製造した商品ではございませんと書いてきました。知ってた。ぐっすまサポートさん、大変お手数をおかけしました。それで出品者にメッセージを送ります。これ海賊版ですよね。グッドスマイルカンパニーへもお問い合わせをして偽造品とご判断いただいております。向こうの反応が、お金はもういいです。着払いで返送してください。とにかく赤番避けたいんだろうな。返送する先は偽造品なのでメルカリの配送センターですよね。規約でもそうなっています。もちろんメルカリへ報告させていただきました。なんでそんなことするんですか。だって規約違反ですから。メルカリは知っていようが知らなかろうが偽造品の販売を禁じていますよ。すると売っている商品は友人から譲り受けたもので海賊版だとは知らなかったと言い訳を始めました。そんなん知らんがな。もう返送とかしなくていいです。捨てるなり好きにしてくださいという返事を最後に、この出品者の取引データは消えてしまいました。こうやって手元に残ってしまった海賊版の双葉ですけど、メルカリにどうしましょうかと問い合わせたところ、相手方と話し合いが成立して取り消されているのでそのままでいいという連絡があり、現在こうして手元にあるわけです。正直処遇に困っていたんですよ。いくら海賊版とはいえです。気安く捨てるということもできず、今回こうやって海賊版を誤って買わないように注意喚起に役立てられたら、この子も本望かと思いました。もし中古でどうしても欲しいというフィギュアがあったら、信用できるショップからの購入をお勧めします。海賊版を流通させない一定の防波堤がありますからね。有名どころではアミアミさんだとか駿河屋さん、ホビーオフさん、羅針盤さん、萌えたくさん、メディアワールドさんというところでしょうか。地元で言うと漫画倉庫さんとかもそうですよね。あと愛のある出品者様とか。各社の情報は概要欄にリンクしてありますのでご利用ください。駿河屋さんのトップページに注意喚起が出ていますが、駿河屋を語った偽サイトなんかも出ているそうで、クレジット情報や個人情報を抜き取ることを目的にしていそうです。駿河屋さんは昨年の不正アクセスを受けたことで、現在クレジットカードの決済ができなくなっていますから、騙されないようにしてください。私個人は中古を否定する気は全然ありません。だって発売時に買える経済力はないって全然あるじゃないですか。他で予算使っちゃって買えなかったとか普通にありますもんね。ちなみにこの年度の双葉の写真ですけど、ぐすまさんから注意喚起の資料に使っていいですかというメッセージをいただいていまして、そりゃあもうどうぞ好きに使ってくださいですよ。まあこの案件以降、メルカリでこの双葉の海賊版がことごとく排除されたのは嬉しいですけどね。どちらかというと今はシールブームに乗ってボンボンドロップシールの偽造に勤しんでいるのかもしれませんけどね。でも油断は大敵ですよ。転売ヤーも迷惑な話ですが、海賊版を売る連中の方が百害あって一理なし、一掃すべきです。今年1月に発表された経済産業省の依頼を受けたコーダのオンライン上の海賊版被害額はキャラクターグッズだけで 4.7 兆円に及びます。合計で約 10.4 兆円に上ると推計されました。2022年の時点でキャラクターグッズの調査が行われていませんが、それを除外した被害でも3倍に急速に拡大しています。こうした被害を拡大させないためには、私たちが正しい知識を身につけ買わないことが何よりもこうした違法を減らすことへつながります。また
海賊版を見かけたらコーダや運営に通報することも重要です。もしこの動画が面白かったとかためになったと思われましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。